ナーロード。物流拠点が建設され村々と弓を物々交換し武装強化を行った我らがパンツ村。ティーバック村では農業も開始、ビール製造もあと一息、今回も開発頑張るぞー。ただいまパンツ村では家の裏庭の拡張の成果で卵がだだ余り、食料枯渇の緊急措置でやってた肉の輸入を止め、逆に卵の輸出を開始。裏庭の拡張の恩恵結構でかいぜ。それに引き換え養蜂場。蜂蜜の在庫1個。人気ありすぎて在庫がないだけかもしれないけど、一家族使ってこの生産量は少なくない？まあ一年中収穫できてるっぽいけど、いまいち有効性が見出せんな。春になって農地の開墾が始まったようなので、担当する家族を追加でアサイン。初めての畑作だ。慎重に作業すっぞ。あいよ。で春になり入植のしやすい季節になったので、ブルマー村もいよいよ開拓開始だー。この場所は小高い丘みたいになってるから、ちょっとした山城みたいなのも作れるかもな。とりあえず等高線に沿って道を敷いて、上の方に建物建ててみようかな。この土地の豊かな資源は木の実なので、木の実を有用利用する配置の都市計画にするであります。必殺、木の実の目の前に採集小屋。そんなわけでこんな感じの初期配置となりました。開拓の始めはコンパクトにまとめる、4つ目の村ともなるとさすがに慣れてくるな。まあもう村多すぎで脳が追いついてないけど。おい。さあこの小高い丘が貴様らの住む場所、ここに楽園を築き上げるのだー。高低差のある景観の美しい村ができそうで楽しみだぜ。サクッと生産系施設の建設が終わり、お次は住宅区画を割り当て。めっちゃここ傾斜あるけど意外といけるもんなのな。家の床とか斜めになってそう。それは大工の腕次第だ。さて季節も春になって、木の実拾いで食料もいっぱいになるだろうから倉庫に人入れなきゃ。採集者は採取に集中して倉庫の人がカートで運ぶのが効率よし。敵ユニットを発見しました。木の実拾いで忙しい時期なのに野党はいた？いつも通り蹴散らして小遣いにしちまうか。っていつもと違う、こいつら外部から侵入してるやべえ団体さんがお出ましだ。しかも狙ってるの開村1ヶ月のブルマー村？ブルマー村に防衛戦力は皆無だぞ。敵はもう国境にいるが援軍出すしかねえぜ。エマージェンシー、至急部隊招集。ブルマー村の救援に向かうぞー。落ち着けエマージェンシーって誰だよ。パンツ防衛軍とパンツ村民の旧兵を2部隊の、計3部隊を送るぞ。準備急げー。従者は重装歩兵だから救援に間に合うか怪しいところだが、とにかく出撃させるしかねえぜ。スタミナ温存する余裕などないぞ。ダッシュだー。招集して出撃させたもののこれは厳しい予感。出現位置が悪すぎる。もう盗賊どもがブルマー領内に侵入しちまってる。そう盗賊の奴らダッシュで進軍しとる。そんなに勤勉なら真面目に働けよ。そして救援は間に合うことなく、盗賊たちの蹂躙が始まった。後に伝わる、ブルマー焼却事件である。変態狩りだー。ブルマーを焼却しろー。ああ開村1ヶ月の村に火を放つとか無慈悲すぎんだろ。昭和の怪物が生み出したブルマーは、この世界の住民には早すぎたか。今回は盗賊3部隊合計54人もいるから、こうなっちまうと速攻焦土になっちまうぞ。頑張って建てた生産施設を燃やさないでー。こうして男どもの愛した紺色のブルマーと共に、この村のほぼ全てが焼き払われた。おい山の中にまで火を放つな。山火事になったらどうすんだ。山火事にはならなかったけど、こりゃ倉庫関連も全滅だー。よし盗賊どもの姿が見えなくなったぞ。みんな無事か？いくらかやられてそうだが、森に隠れて大半は助かったようだな。復興作業に取り掛かれ。大半の建物が石の瓦礫になってもうた。資源も根こそぎ持ってかれちまったぜ。初期物資なし状態でまた一から始めなきゃだ。そして復興しようとしたら戻ってきた盗賊。もうやめて、私たちのブルマーの耐久力はもうゼロよ。盗賊どもが森の中へ入ってく。どうやらパンツ村の援軍の存在に気づいたようだな。救援は間に合わなかったが奴らはこのまま返さぬ。ブルマーを焼いた報い、その身であがなってもらうぞー。ブルマーを掲げよ、報復の時間だ。襲撃された時よりも一部隊減っている。数はこちらが上、賊どもをぶっ転がせー。総勢56名の旧兵の火力で一気にやっちまえよしワンパンで盗賊一部隊壊滅。そのまま左翼の重装歩兵の従者と挟んでとどめを刺しちまえ。やっはー、タコ殴りだー。旧兵に被害が出ないよう重装歩兵が敵を引きつけ処理せよ。旧兵は回り込んで援護射撃だ。敵の数は減っている、あと少しだ、ぶったたけー。
お、敵さん逃げてくぜ。我々の勝利だ勝ち時をあげよ、かーったどー。こうして盗賊は紺色のブルマーの恐怖におののき、我らの平和は取り戻された。はい、復興作業始めるよー。伐採所マルタの確保支給よろしく。建物建て直すのにも木材在庫ゼロだし、こりゃなかなか復興には時間かかりそうだぜ。明日食べるものすらない状況だし、最終小屋急いで直して木の実も集めなきゃ。やることいっぱいだ。最終小屋建設急げー。お腹減っても知らないぞー。資源石すら残ってねえから、教会とか建てるのも苦労しそうだ。食料庫すら建てれないよ。パンツ村村民の方々も防衛お疲れ様でした。さあ季節は春、食料調達頑張ろうぜ。他の村の開発状況を確認してたら、ティーバック村の邸宅が消滅してた。火事で焼け落ちたかもしれんが何らかのバグかもしれんな。そして帰ってきたばかりなのにまた現れる盗賊。まあ今回のは野営地と共に湧き出るただのお小遣いだから問題あるめー。ちげえねー。では帰ってきたばかりで申し訳ないけど、パンツ村民救兵対応よろ。移動速度の速い救兵でスピード対応。戦ってばかりだと村開発忘れちゃうので適当に家建成立。とりあえず大工に休みは与えないの精神。そして救兵の進軍中にふと気づく、ブルマー村の牛がいないことに。先の戦いで牛紛失、やられちまったか？村人の共有財産で即購入だ。危ねえ、資金なかったらこの村積んでたぞ。12、パーンツー、22、パーンツー。駆け抜けよ平野を、見せつけよパンツを。己の中のパンツを奮い立たせるのだ。そして戦地に着くと海星の戦日和、ただの盗賊など相手にならん、撃て撃て撃てー。結果は1名もかけることなく無事勝利、パンツ村村民も戦いにだいぶ慣れたみたいだな。よしブルマー村の最終者の小屋の在庫がいっぱい。あ、お亡くなりになってる住民のご遺体が。作業者の人たちは気づかず談笑してるみたい。埋葬してやりたいがこの村まだ教会作る余裕ねえし、どうしたもんか。気づいてないみたいだし見なかったことにしよう。すまないそのまま自然と大地に帰ってくれ。先ほど倒した野党の野営地の戦利品回収完了。でこの戦いで影響力が1000溜まったので、空いてる最後の土地に領地を拡張。これで5つ目の領地、空白が全部埋まったぜ。空き地がなくなると隣の領主が攻めるっぽい設定をしたから、ちょっと不安だけどまあそん時はやったらパンツの力を見せてやれ。今日からこの土地の名称はふんどし村とする。筋肉とふんどし、それがこの村の男のアイデンティティだ。こうしてふんどし兄貴の集う村、ふんどし村が地図に刻まれた。ブリーフ村に交易で送ってた屋根材が溜まったので、木造教会を石造りに、アップグレード。お次はティーバック村に屋根材送りましょ。物流拠点の物々交換もいい感じに動いてそうだ。ブルマー村の村民たち、復興作業せずにホームレステントでサボってる。悲劇的な事件の後だから悲観する気持ちもわからなくないが、やることいっぱいだからこれは困るな。働かない理由がわからない。もう全部ぶっ壊してやらー。壊れかけや建設途中の建物は全部潰せ、過去の嫌な思い出は全て破却するのだ。さあブルマー村民よ、過去は忘れ未来への一歩を踏み出すのだ。燃やされた新築一軒家は悔しかろうが諦めろ、働いて建て直すのだ。よし作業者たちもやっとやる気になったみたい。ブルマー村復興第2章の始まりだぜ。そういえばブリーフ村で交番作ってたはず、だけど一向に生産されてないような。住民待機になっとるぞ。なんでざましょ。ヘルプ見るか。ってこれ後半作る施設じゃない。後半で道具作る施設やないかーい。こうしてかなりの長期間無駄な人員を配置してたことが発覚した。いとかなし。泣きながら隣に解鉄路を建てた。鍛冶屋は解体したが資材が残ってるから、すぐに同じ場所には建てられんのじゃ。復興作業は順調に進みやっと家の再建設が開始。懐かしの斜めの家が新築になって復活だ。その頃ティーバック村では交易所の建設が完了。裏庭の拡張費用が欲しいので適当に板を売却。この村は暮らすには楽な村だけど、特産品が今のところない状態なんだよな。皮が余ってるけど先にビール作りたいから、それ終わったら特産品も考えるよ。さいですか。ブリーフ村にも交易場建設。ここは鉄鋼用で作ったものを他の村と物々交換して、余剰品を売却してく予定。物々交換合わせ技で外貨をゲットだ。解鉄路完成から一月で後半の在庫が57個に。これで裏庭の拡張で金属製品も作れるな。でも先に革から作れる靴の作業場を建設。なんでだよ。
いや先にヘルメット作りたいんだけど、これ研究でアンロックしないと作れなくって、鉄鉱山の無限化を取るとポイント足りないんだよ。村レベルもう一つ上げてからやりたいってことか。そういうこと。レベルを上げるために必要なビールの原料、育成状況はただいま半分くらい。育っちゃきてるがまだ時間かかりそうだ。収穫量も微妙っぽいし耕作面積も増やそう。ビールは輸入で補おうとして失敗したから、なんとか自前で用意できるようにしたいぜ。んなわけでティーバック村の畑が3面になりました。これだけあっても足りなそうな気もするが、とりあえず手探りでやってくしかねえぜ。ブリーフ村の交易所ができたのでダダ余りの木の実を売却。効率良い収穫ができれば最強の食料。まあ販売価格は安いけどね。うわぁ、ヘルメット、村レベル上がるの待ってらんねえ。ヘルメットの研究先に解除じゃあ。うちのレイムさんは我慢ができない子。しかしレイムは気づいていない。すでにポイント3あるので無限鉱石も解放できることに。百歩防具の作業場建設、これでヘルメット生産開始だあ。ほんと色々残念なやつだ。ではヘルメットの製造を始めたところでちまちまとブルマー村を復興しながら今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。動画更新のモチベーションです。思わぬ襲撃により炎上したブルマー村、果たして復興し立派な村に生まれ変わるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。